闘争パターンはよくあることだよ。窓を埋めないパターンが3連続5重要だから覚えとけよ。高低差は1200延長。オプション取り鉄の起きてめんどくさいな。即ポジションとなっているよ。今回のトレードはガンマとベガをショートに振ったフルヘッジブルシンセティックを2週間ほど維持し、セータを取りに行ったトレード。セータは時間的勝ちのことだったよね。そうだね。ボラティリティトレードではないので、特にコツもオチもないので面白みに欠けるかもしれないとは言いつつ、マーケットの停滞を感じてお時給稼ぎのポジを組んだものの、実際にはイベント多数で大きく荒れた2週間となった。ショートスプレッドの荒れ相場の取り回しが見ものだね。じゃあみやび、おさらいだけど、フルヘッジブルシンセティックのポジション構成を教えて。無茶ぶりか。フルヘッジブルシンセティックのポジション構成は、コール買いと先物売りでプロテクティブコール、プット売りと先物売りでカバードプット、プロテクティブコールとカバードプットの合成でフルヘッジブルシンセティックになるよ。そうそう、その通りだよ。てか台本見ながら言うなし。簡単に言うと、コール買いとプット売りと先物売りの合成ということなんだけど、みやびが言った通り、オプショントレードの現場ではフルヘッジブルシンセティックはプロテクティブコールとカバードプットの合成と覚えてね。どうして？ボラティリティトレードで一番最初に習得する基本中の基本のスプレッドはプロテクティブ系とカバード系だからだよ。スプレッドの癖やグリークス管理に慣れたスプレッドに分解した方が操縦しやすいよ。そっか、なるほどね。プロテクティブコールとカバードプットは全く異なる挙動をするものだから、自分で組むときは損益の出方の違いやグリークスの変化の違いなんかを比較してトレード感覚を磨いてね。了解。それではオプショントレードの現場の様子を詳しく見ていこう。2023年7月19日水曜日12時25分、東京市場ランチタイム。まずここ最近の先物冷やしチャートから、先週 07S q を通過した先物はレンジ形成状態が続いており、近々で大きな動きはなさそうに見える。7月に入り4ヶ月間も続いた先物上昇トレンドは冷やしで SMA20 を割り込み、すでに戻り売り局面入りしているのかもしれない。というかマーケットはぼちぼち枯れ始める頃合いではないだろうか。先日投稿したポストを見てみよう。久しぶりに下げの全盛り。これまで先物下落に対しプットは不干渉だったけど、環境の変化が起きたかも。スマイルカーブの変化のパターンが変わったのなら、先物動向は上げ相場から戻り売り局面に入った可能性もあり、これから取っていくオプション戦略も変えていかないといけないよ。 OP レベル上げ。そして今日のポスト、先物は寄りで HL バンドの H ラインに到達。同時に7、14の直近高値 32,850 でスリッパ。さらに冷やし SMA20D を裏タッチ。ここらの先物水準が戻り売り仕様のスプレッドを組むのに良いタイミングだと思うよ。 OP レベル上げ。そいじゃ火は熟したのでポジションを取っていくよ。先物は HL バンドの H ラインを抜け直近高値付近に到達。同時に冷やし SMA20D を裏タッチ。上げの P モリ C ハゲを形成しているこのタイミングでフルヘッジブルシンセティックを小さく入れ様子を見ていこう。デルタはニュートラルに調整。初段の縦玉はこんな感じだよ。現在のオプションボードスマイルキャッチャーの縦玉シート。このシートでポジション管理をするよ。スマイルキャッチャーのペイオフダイアグラム。複雑なオプションスプレッドの損益の変化を視覚的に確認できる便利なツールだよ。強域は現在地付近、広域はペイオフダイアグラムの全容が把握できるよ。スマイルキャッチャーはオプショクギルド内でギルドメンバー向けに無料配布しているオプション取引ツールだよ。オプション取引に必須のリアルタイムスマイルカーブとポジション管理シートが MS Excel で動くよ。詳しくはエモンレポートのブログを見てね。こちらはグリークスチャート。それぞれデルタ、ガンマ、セータ、ベガだよ。先物水準によってグリークスがどのように変化していくのか視覚的に把握できるよ。そしてこれがなければ何も始まらない。そう、スマイルカーブ。スマイルカーブはこのチャンネルのライブ配信で確認できるよ。2023年7月25日火曜日18時55分。欧州市場午前、週が明けて火曜日。先物はいよいよ値幅がなくなり、マーケットは枯れてきた。くずかしたプット2万9000の売り玉をプット3万と入れ替え、デルタはビロングに調整。
明日は FOMC が控えているよ。現在のオプションボード、スマイルキャッチャーの縦玉シート、スマイルキャッチャーのペイオフダイアグラム、グリークスチャート、スマイルカーブ。あ、そうだ、大切なことを言い忘れてたよ。どうしたの？プリンならもうないよ。そうなの。後でバケツプリン作って。めんどくさいな。このフルヘッジグルシンセティックなんだけど、マーケットの大幅下落に対して即ポジションとなっているよ。平時の範囲内の下落程度であれば、スマイルカーブの下げの P ハゲ C 盛りによりプットの売り玉にベガ益が乗るが、下方向のブラックスワンイベントに巻き込まれるとただでは済まされないスプレッドであることに留意してね。今回の確定損益と合計損益。2023年7月28日金曜日13時15分、金曜日の東京市場5場、先日の FOMC を通過以降、先物は33,200円まで上昇するも、昨晩の BOJ の前振りサプライズ法で急落。内容は BOJ、YCC の運用柔軟化、10年債の指し値オペ 1.0% に引き上げというもの。そして明けて東京市場、先ほど BOJ を通過したマーケットはマイナス800円超の水準で乱高下。高低差は1200円超。値幅はあるが、スマイルカーブはイベント通過で強烈に下げの P ハゲ C 盛りが進行中。イベントを通過したから IV はハゲたの？そうだよ。重要イベントに向けて持ってきた IV はイベント通過するとその結果にかかわらず大体ハゲるよ。ここ重要だから覚えとけよ。ほら生意気だぞ。ではここまで森に持ってきたプットを売り増し玉していこう。日頃からスマイルカーブをよく観察しておかないとだね。現在のオプションボード、スマイルキャッチャーの縦玉シート、スマイルキャッチャーのペイオフダイアグラム、グリークスチャート、スマイルカーブ。2023年8月3日木曜日15時5分、週が明けて木曜日の東京市場がクローズ。昨日の米国債格下げイベントから先物はだら下げ。メディア記事の引用だけど内容は信用しないでね。事実の部分だけを抽出して対するマーケットの反応を見てね。ホールド中のフルヘッジグルシンセティックのコール買い玉が1円買い2円やりまで低減し、寿命を迎えたので入れ替えていこう。レモン、また何かポストしてるね。2件あるよ。まず1件目、記事化08月切りは下げの P ハゲ C 盛りで、木先09月切りは下げの全盛り。時間的影響を排除したスマイルカーブは記事化プット、木先プット。これらの観察から記事化プット売り、木先プット買いオペレーションが進んでいることがわかるよ。どして誰が謎を読み解くのがスマイル物語だよ。 OP レベル上げ。次2件目、 NS がオープンし投資主体が変わるとあからさまにオペレーションも変わったよ。時間的影響を排除したスマイルカーブでは記事化プット、木先プットに流れが変化。先物下落も楽観ムードだった日中から強弱は逆転。マーケットは短期目線で下落警戒感が出てきたことがうかがえるよ。 OP レベル上げ。現在のオプションボード、スマイルキャッチャーの縦玉シート、スマイルキャッチャーのペイオフダイアグラム、グリークスチャート、スマイルカーブ。今回の確定損益と合計損益。2023年8月3日木曜日22時ちょうど、ナイトセッションはオープンから下窓を開け32,000割れスタート。その後もこの時間まで窓を埋めることもなくだら下げ。セッション代わりの下窓スタートから窓を埋めないパターンが3連続。相当ネガティブなマーケットであることが感じ取れる。そろそろホールド中のフルヘッジグルシンセティックに都合が悪い相場へと発展するかもしれない。あれと違和感を感じたらオプションの売り玉即ポジションは直ちに逃がす。オプション取引、鉄の起きてとりあえず返済注文を入れていこう。この逃走パターンはよくあることだよ。よかったら他のブログのレポートも参考にしてね。概要欄に参考レポートのリンクを貼っておくよ。現在のポジション縦玉状況。現在のオプションボード、スマイルキャッチャーの縦玉シート、スマイルキャッチャーのペイオフダイアグラム、グリークスチャート、スマイルカーブ。2023年8月3日木曜日22時20分、全返済完了。明日の NFP、 そして週明け 08S 九州に備えて次のチャンスを探していこう。トレードで100点なんて取らなくていいんだよ。スマイルキャッチャーの縦玉シート、スマイルカーブ。今回の確定損益と合計損益。ここまでご視聴
ありがとうございました。おうよ、味見してきな。夏の庄内浜の名物だ。江戸に町に入ったら町名と町名言葉は隠しておけってな。手前のは試食用だから食っていいぞ。同じくらいのせがれを江戸にでっちに出してるんだがな。タンゲメおじさん、おいしいよ。貧乏旅だろ。リツが探してるから戻るよ。そいじゃまた。